それでは、苦手な高校生が多い被子植物の発生見ていきましょう。今日の主役はね、この卵細胞ですね。卵細胞が性細胞と受精して、受精卵になるところから発生が始まっていきます。それでは受精卵から発生を進めていきます。このように体細胞分裂によって細胞数を1個、2個、ね、2つに増やしました。もうこの段階で上の方の細胞と下の方の細胞で大きく発生の運命が分かれています。最終的にこの上の方の細胞から生じた細胞たちで最終的に成熟した植物体、ね、完全体、ね、植物の、体のほとんどができることになります。ちょっと絵が下手で申し訳ないんですけど、動物の発生と同じようにね、どんどん体細胞分裂によって細胞の数を増やしてね、こんな変な形になっていきます。このブロック一つ一つは細胞をイメージしています。動物の発生でも、まず体細胞分裂でどんどん細胞数を増やしていって、そしてだんだん細胞にこう役割ができていった、ね、細胞の間で役割分担がされていったじゃないですか。今回もこの上のこの丸い部分と、そこの下のこの長い部分で、これ役割分担があります。この上の部分、丸い部分をね、配球。これはまあ分かりやすいネーミングだね。丸いからね。配球と言って、下の長い部分を配兵と言います。ね。これ使って書くよね。配兵。まあ、なんかこれ、剣の塚みたいね、持ちたくなるでしょ。こんな風に持ちたくなるでしょ。ね。この長い部分は配兵って言います。この配球っていう部分はやがて肺になって植物体の赤ちゃんになっていきます。で、この肺兵っていう部分はね、やがて体化消失してしまいます。まあ、いろんな役割は実はあるんだけども、まあ、高校では習いませんね。肺兵はなくなってしまいます。これは語呂合わせね。みんなもね、入学して間もなくはね、返事はちゃんとしてた。ね、はい、ね、ちゃんとしてた。ね、そのうちだんだん学校に慣れてきて、ね、返事がね、だんだん、雑になってくるね。へーになってくるね。はいが、へーになってくる。で、だんだん返事しなくなるね。ね、消失する。ね、返事が消失する。ね。はい、へー、消失って覚えちゃおう。そしてやがてこんな風にね、配球は灰になります。ちょっとね、カラフルに色をつけたのは、ね、だんだん細胞たちの運命が分かれていきますよっていうことのイメージです。まあ、これも半分大学内容だけど、この灰ね、だんだん植物体のね、赤ちゃんになっていきますね。植物の赤ちゃんのことをね、芽生えって言ったりします。肺兵はね、退化してなくなっちゃいますよ。この部分が、大きくなって赤ちゃんになっていきます。ね。腫瘍とかね、根っこになっていきます。なんだかね、動物の発生と全然違ったけど、ね、このように植物体はできていく、ね、発生していくわけです。やっぱり植物によってね、大きく異なります。ね、植物によって大きく異なるので、ちょっとイメージとして捉えておきましょう、高校生のうちは。では、最後に有排乳種子と無排乳種子もね、ついでに見ておきます。これが有排乳種子。ね。排乳って聞くとね、なんだかいまいちピンとこないかもしれないけど、例えばね、白米の食べる部分とか、あとはココナッツミルクの、元ですね、排乳ってね。我々、しょっちゅう食べてますね、排乳を。で、この排乳があって、この排乳っていうのはもちろんね、植物の赤ちゃんのための栄養なわけですね。この緑のが植物の赤ちゃんです。もう肺兵はありませんよ。ね、上から子葉、葉が、胚軸、葉根という部分があります。まあテストではね、子葉、葉が、胚軸、葉根っていうね、この順番さえね、覚えておけば点数はまあ取れるわけだけど、まあ一応ね、この葉根っていうのは未発達の根っこですね。これから根っこになっていくよっていう部分。で、子葉と葉根のね、間の組織を胚軸って言いますね。胚軸。そして、葉芽っていうのはね、これから種子が発芽した後にね、茎とか葉っぱが、そこからできていくものです。ね、葉が。まあ幼い芽ですね。これが無排乳種子だけど、ね、無排乳種子、ね、ちょっとびっくりしちゃうような、ね、形状してるけど、基本は同じね。子葉、葉が、胚軸、葉根、ね、この順番さえ捉えておけばテストで点は取れます。この無排乳種子、栄養分は排乳の代わりに使用に蓄えられているっていうのがとってもテストによく出るポイントです。まあこれ、高校生はあんまり気にしなくていいけど、さっきの有排乳種子とこの無排乳種子ってね、こう、もう明確に何かこう決定的な違いがあるわけではないです。排乳を幼い植物体が吸収する時期が
遅いか早いかっていうだけですね。早いうちにもう使用にね、排乳の栄養を吸収しちゃう。ね、それが無排乳種子。で、ずーっと排乳の状態でね、栄養を置いておく。ね、それが有排乳種子。ね、それはもう相対的なものですね。絶対的な、なんていうか、質的なね、絶対的な違いがそこにあるわけではありません。無排乳種子は生物例がとってもよく問われます。ね、朝顔、栗、ナズナ、油菜、豆。ね、語呂合わせ。朝からクリーナーで危ない豆掃除無理。ね、朝からクリーナーで危ない豆掃除無理ね。無理。ではご清聴ありがとうございました。